サリューどうも。今回はフランス料理の真骨頂ともいえる芋料理を作っていきます。グラタン・ドフィノワという料理です。フランス南東部ドフィネ地方発祥なんでドフィノワと言います。言ってみればポテトグラタンです。グラタンと聞いてあれでしょと、ホワイトソース作んなきゃいけないんでしょと、私ダマになるからちょっと苦手だわって思ってるそこのあなた、安心してください。今回のレシピは基本的に牛乳だけです。もちろんホワイトソースことベシャメルソースを使って仕上げていくレシピもあるんですけども、基本的には牛乳と卵でつないでいくグラタンです。なんなら今回は卵すら使いません。牛乳とじゃがいもに含まれるでんぷん質だけでとろみをつけていきます。そんな感じで本日のスターティング食材です。まず玉ねぎは薄くスライスしておきます。厚めでもできないことはないんですけども、薄くスライスしてじゃがいもに絡むような、そんなイメージでカットするといいと思います。たださっきも話したようにゴロッとした玉ねぎの大きさが好きな方はカレーに入れるような、そんなサイズ感でカットしてもいいです。次はニンニクで、これはみじん切りにします。ニンニクの香りだったり味をあまり主張したくないという方はニンニク1かけカットしないで、それを最初に炒めて香り出しして後で取り除いてもいいかもしれません。フライパンは中火にして玉ねぎにひと塩、あとオリーブオイルを少し加えて炒めていきます。ここで炒める時の注意なんですが、玉ねぎは軽くきつね色になるぐらい、そこまで色付けしたいわけではないので焦げないように注意してください。半透明になって芝みが出たらニンニクを加えます。芝みで伝わりますよね。これ火加減はずっと同じです。中火で進行します。じゃがいもを加えてからは少しじゃがいもに火を入れながら塩を一振りして、先に炒めておいた玉ねぎを全体にまんべんなくなじませるイメージです。そこにクミンとナツメグですね。基本的にクミンの方が多めで、ナツメグは、本当一振り、そんな感じです。このクミンの香りが牛乳とじゃがいもと非常によく合うんで、あまり重たく感じないで最後まで食べ飽きずに美味しくペロッといけちゃう、そんな役割があります。バターを入れてバターが溶けきったら牛乳です。牛乳はそうですね、だいたいじゃがいもが泳ぐぐらいです。スイスイ泳げるような感じの水体の量、それを意識して加えます。分量でもいいんですけどね、どちらかというとやっぱ目で見て確認の方が感覚つかみやすいと思います。15分も煮詰めてるとこれぐらいじゃがいものでんぷんで濃度が出てきます。まだ気持ちさらっとしてるかな、どうかなっていうぐらいがいいです。あんまり煮詰めすぎるとグラタンにした時にどうしてもボソボソと重たい感じになっちゃいますからね。はい、もうこれでじゃがいもには火が入ってるので、あとは器に移してチーズを振りかけてオーブンで焼き色をつけていく流れとなります。炊き込んでおいた牛乳のソースも忘れないでしっかりとここに移しましょう。これだけでもう美味しいんですよね。ニンニクの香りもあるし、玉ねぎの甘さもあるし、
そこにチーズと、このチーズのうまみがまた加わることによって、グラタンのたまらない味わいになるわけです。だいたい180度から200度ぐらいのオーブンで15分から20分焼くと、こんな感じでいい焼き色がつきます。 OK です。100点です。お好みでアクセントの黒胡椒をたっぷり振りかけてください。もう特にドレッセというものもないので、このままいただきます。うまいっすね。めちゃくちゃうまい。もうこれとパンとアルコールがあれば大丈夫だ俺は。うわ、熱っ。ナツメグがこう牛乳臭さっていうのを拭ってくれてるし、クミンのスパイシーなアクセントがいいっすね。じゃがいもが嘘みたいに進む。これ何もうまみ外からそんな大して足してないですからね。本当に牛乳と芋が持ってる素材感、あと玉ねぎとニンニクでチーズと、これだけでね、このうまさは素晴らしい。つまみにもなるし、付け合わせにもなるし、いざという時は主役にもなるから、もう万能オブ万能っすよね。これはちょっとね、パンにこう添えたりとか、パンと生ハムみたいな、素晴らしいな。というわけで、フランスの郷土料理グラタンドフィノワでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。